はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回ご紹介するソースはこちら。はい。ソースシャンピニオンでございますね。キノコたっぷり使ってぐーっとね、凝縮させた旨味たっぷりのソースになります。で、こちらに、使うのがこちら。せーの。ドン。はい。フォンドボラ油使わせていただきます。作り方の方は概要欄の方に URL 貼っておきますので、もしね、ご興味ありましたらこちらの方もご覧ください。で、こちらなんですけども、豚のね、ちょっと分厚いロース肉ありますので、こちらをですね、ポワレにして、最後、一品の料理として、お見せいたしますので、最後まで見ていってください。それじゃあ早速ね、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、じゃあ材料の紹介です。ブラウンマッシュルームですね。で、それとしめじになります。で、こちら、フォンドボラ油ですね。ご用意ください。で、こちら生クリーム。全部は使わないですね。一応ご用意いただければと。で、こちらグラナパナードになりますね。で、こちら豚ロースになります。塊のものがありますのでね、こちら使わせていただきます。油の色綺麗ですよね。こちら群馬県の豚になります。で、マッシュルームの方はここ軸をね、さっと切ってもらって、で、小さい一口サイズにカットしてもらえればと思います。こんな感じですね。で、ブナシメジの方は、ここの付け根のところをですね、ガツンとまず落としてもらいます。で、ちょっと中にね、まだ綿みたいなものがあれば、それも、きちっと取ってあげて、で、ほぐしてあげます。こんな感じでよろしくお願いします。で、豚の背脂の方は、こうやって、切れ込みを入れていきます。火にかけた時に油がね、素早く落ちるようにっていうところで、格子状にカットしていきます。こんな感じにカットしてもらえれば OK です。で、豚の方はね、塩コショウをしていきます。全体的にかけていきます。こんな感じですね。で、白胡椒をしていくんですけども、まあ、横面、裏面ですね。で、背脂のところには胡椒はしないです。まあ、理由はですね、焼いた時にですね、焦げてしまう色がね、ちょっとあるので、それをちょっとね、避けたいっていうのがあって。で、これからキノコをバターと少しの油でね、炒めていきます。で、軽く塩してあげてください。で、胡椒も入れていきます。で、こんな感じにまで、しっかりね、焼き色をつけてあげてください。これが結構ね、濃厚な味わいの重要なポイントになりますので、でまず、こちらをマッシュルームはマッシュルームだけ炒めたものを別に置いて、でまたちょっとバターを追加して、でしめじを炒めていきます。でこちらブナしめじの方もしっかりね塩コショウ塩コショウはですね少々でいいんですけども、しっかり炒めてあげていただければなと思います。で、なんでマッシュルームとブナシメジを別々で炒めるんですかっていうことなんですけども、別に一緒に炒めても OK なんですが、ブナシメジがですね、結構水分出てくるので、ちょっと別で炒めた方が、仕事的には早いよねっていうところで、そういう風にしてます。一緒に炒めると、結構マッシュルームがねぐちゃぐちゃってなっちゃうんですよね。それがあるのでブナシメジはブナシメジで炒めて別でやってるっていうところがありますね。ちょっと手間なんですけどね。で、今度はこの取ったフライパンの方に、ちょっとだけね水入れます。
で、ちょっとついてるね、キノコの旨味を取っていきます。で、それをこれから煮込む鍋の方に入れていきます。ただまあ、このフライパンがですね、結構優秀なので、あんまりこびりついてなかった感じですよね。で、そこにまあ、ポンドボラ油を放り込んであげて、で、火にかけていきます。でこうやって沸く瞬間にね、泡の塊、アクの塊ですね、出てきますので、これを一気にスッと取ってあげてください。で、ここからじっくり煮込んでいきます。これでだいたい半分ぐらい煮詰めた状態ですね。で、そこに生クリームを入れていきます。これもだいたい半分ぐらいですね。50g ぐらい入ってますね。で、またここで生クリームのね、乳臭さをちょっとね、取っていくためにちょっと沸かします。で、ちょっと見えやすいようですね、ちょっと鍋変えました。変えてちょっと今煮込み始めたんですね。で、乳臭さがなくなったところで、グラナパナードを入れていきまして、で、ここでね、一旦ちょっと軽く火を入れていきながら、様子をまず見ていきます。で、一旦ね、味を見たところで、ちょっとだけ塩が薄かったので、少しね、入れさせていただいて、ほぼほぼここで、仕上げが完成ということですね。で、とろみをちょっとだけね、欲しかったので、コーンスターチを入れています。だいたいね、濃度的にはこんな感じで、いい感じですね。はい。これでシャンピニオンソースは完成になります。はい、じゃあ次は豚のポワレいきます。で、こちら背脂の方からまず火を入れていきます。まあ、油を落とす、背脂をね、しっかり落としていくっていうのが。で、ここのね、カーブのところを、フライパンのカーブに合わせて、で、これでゆっくり火を入れていきます。で、切れ込みを入れてるので、熱でね、どんどんそこから油がこう逃げるようにね、出ていきますので、ですので、切れ込みはね、細かく入れてるっていうところがあります。で、こんな感じでね、はい、いい感じでね、油が落ちてますね。で、油がもうこんなにね、真っ黒になっちゃいますので、一回これは捨てちゃいます。で、一回フライパンね、洗い直しまして、もう一回ね、これ、全面をこれから焼いていくっていう感じになります。少し油を入れまして、で、温まったところで焼いていきます。まずは全面ね、固めるような感じで、しっかりここでね、片面ずつ焼くっていうわけではなくて、全体的に同じぐらいな感じで、まず弱めに、色をつけていきます。これ結構重要で、最初からがっつり色は、つけていかないですね。こんな感じで、なかなかね、火の当たりづらいところもこうやって色をつけていきます。で、一旦ね、ここでお肉の方は逃がしていきます。油をね、また汚れてしまったので、ここでね、もう一回フライパンを洗い直しまして、油を少し入れて、で、ここで初めてバター入れます。で、お肉を入れまして、ここから、アロゼしていきます。でこの時に、バターの、今ね、ちょうどムースになってきたんですけども、このムースがですね、ちゃんと白い状態で、維持しているっていうのが、すごい重要なところになります。ですので、フライパンちょっとね、動かしてあまり温度上がらないようにはしているんですけども、こうやって、
泡の状態がこう白いまま維持できるようにやっております。この状態ですね。で、ちょっとライティングの関係で、ややね、こう暖色系の色に見えるんですけども、実際はこれ白なんですよ。まあちょっとね、ライトの関係で、ちょっとね、ブールノワゼット手前ぐらいの感じに見えるんですけども、そこまでは全然いってなくて、結構白い泡にですので、で、こんな感じで、はい、いいじゃないですかね。これがまず、軽くね、アロゼした状態になります。はい。で、ここから休ませていきます。これでね、今、5分休ませたところになります。で、反対にひっくり返しまして、で、もう一回、5分、休ませていきます。こんな感じですね。で、ルポゼになるんですけども、まあ、ルポゼ、蓋しなくて大丈夫です。あのままで、行った方がいいですね。まあ、冬なんかは、冬と夏で、まあ、ちょっと感じは変わってくるんですけども、あんまりにも厨房が寒い場合は、私は、結構蓋するんですけども、ここ自宅の方はですね、結構暑くて、蓋はしないで行ってますね。で、もう一回ね、最後、食べる前にアロゼして、いってるっていう感じですね。いいですね。で、それを終わります。こんな感じですね。では、ドレッセです。ソースシャンピニオンいかがでございますでしょうか。火入れの断面はこんな感じですね。濃厚。もう油のところもすごい切りやすいですよね。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。ソースシャンピニオンでございました。こちらね、もう本当にキノコたっぷり使って、ね、もう凝縮濃縮っていう感じで、もう味わいもね、地味深い、味わいで非常に美味しいソースで、私も好きなソースの一つだったりします。で、こちらのソースなんですけども、まあ鶏肉とか豚肉にですね、非常に合わせやすいソースで、変わったところで言えばうさぎ肉なんかにも合わせやすいソースの一つになっております。はい。で、まあ、キノコの方は、しっかりね、水分を飛ばして焦がさないように炒めて、色をね、つけていただいて、で、まあ、キノコにね、ギャーッとこの濃縮、旨味を濃縮させたところに、フォンドボラー油でゆっくり煮出していくっていうようなイメージのソースであります。はい。で、まあ、こちらね、いろんなキノコでぜひ試していただきたいなとは思うんですけども、まあ、ご家庭でも再現可能のソースとなっておりますので、ぜひ一度ね、お試しいただければと思います。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。